はい、皆さん、こんにちは。ローランです。このローランというチャンネルへようこそ。今回の動画には、なぜドラゴンボールがそんなに大好きなのかという理由をシェアしたいと思っています。皆さんはもちろんドラゴンボールをよく知っているはずだと信じていますが、一般的な情報を紹介したいと思っています。ドラゴンボールは日本で1984年に生まれて、鳥山明先生に書かれている漫画です。ドラゴンボールは不思議な玉であり、全部7つのドラゴンボールを集めると、シェンロンという理由は現れて、どんな願いでも叶えてくれる物語です。主人公は孫悟空と呼ばれ、少年の頃から宇宙一の戦士となった地球に育っていた大人のサイヤ人です。世界中人気があるので、おそらく一番有名な漫画だと思っています。漫画を読んだり、アニメを見たりすることもなくても、カメハメハとか、スーパーサイヤ人とか、そういうふうなことはよく知られているはずだと信じています。子供の頃、カメハメハを打ってみたことある可能性が高いんですね、皆さんは。まあ、子供の頃だけではなくて、大人でもいいと思いますね。もし皆さんは、カメハメハを打ってみたことがあったら、コメント欄で教えてくださいね。誰から愛されている漫画なんですが、どうして自分にとってそんなに特別でしょうか？2つの理由はあると思います。1つ目の理由は、表現されているテーマは、ドラゴンボールにとても面白くて、自分にとって大事なことになっています。それとも、二つ目の理由は、自分の、ドラゴンボールは自分の人生の一部になってきました。で、ここから、表現されているテーマを紹介したいと思っています。では、そろそろ始めましょう。いくぞー。ドラゴンボールのストーリーは分かりやすくてもシンプルではないと思います。一見戦って勝つだけの単純なストーリーに見えるかもしれませんが、とても違うと思います。例えば、キャラクターの成長とか、キャラクターのあの関係など、それは複雑で深い意味を持っています。例えば、ヒッコロとご飯の師弟関係や、ベジータと悟空のライバル関係など、それはとても面白くて、えー複雑だと思います。その上、悟空たちは多く語りません。演説をしたり、感情を長く説明したりすることもありません。でも、一つ一つの行動が、あの、そのキャラクターたちの思い方や信念をよくはっきりと伝えています。僕たちの価値観をよく見せる行動です。つまり、一言にすると、言葉より行動で語る。それは悟空のスタイルであり、だからこそ、悟空の背中から学べることが多いのです。悟空といえば、フラットキャラクターで書かれている人です。つまり、一言に性格や思い方はあんまり変わらなくても、世界や周りの人を変える主人公です。僕は子供の頃から強くなりたい、強いやつを戦いたいという純粋な気持ちを持ち続けています。例えば、ピッコロやベジータという敵だった存在を変えて、地球や宇宙の運命を変えてきました。その上、仲間たちに希望と勇気を与えることができます。つまり、自分たちもあんまり変わらなくても、
世界や友達を変えることができる可能性を僕が教えてくれます。ドラゴンボールには他のとても大切なテーマは自分の限界を超えることです。悟空やベジータのようなサイヤ人たちは限界を超えることに生きがいを持っています。どんなに強くなっても、もうこれ以上無駄だと思った瞬間を彼らの意志と動力で乗り換えようとします。それをちゃんと見せるというのは簡単なことではないと思います。例えば、ドラゴンボールダイマという新たなアニメと比べると、特にスーパーサイヤ人4の変化と比べると、全然違いますね。スーパーサイヤ人4は、ネワというナメック星人からもらう力です。で、ドラゴンボールのフィーザと戦いと比べると、とても意味が全然違いますね。で、フィーザとの戦いでは、悟空がスーパーサイヤ人に変化して、自分の力で、自分の痛みで、自分の苦しみで、それを限界を超えることができました。で、ドラゴンボール大魔のスーパーサイヤ人は意味もないと思いますね。限界を超えるというのは、私たち自身にも当てはまるメッセージではないんでしょうか？限界とは自分で決めた壁でしかないと思います。つまり死ぬほど辛いことが人を強くするってことです。ドラゴンボールファンにドラゴンボールの世界で全開ブーストと呼ばれています。悟空やベジータのサイヤ人は何度も何度も命をかけた戦いを経験すると進化ができます。痛みや苦しみがありますが、立ち上がってより強くなっていくべきです。それあってこそ、本当の強さが生まれているということをドラゴンボールが教えてくれます。ところで、僕の性格の自分が大好きなところは、自分のために戦うってことです。つまり、正義のために戦わないということで、少年の主人公にはとても珍しいと思います。悟空は自分より強い相手と戦ってみたいとワクワクして、そういう気持ちはよくわかっています。それなので、地球や仲間を守るということは、あんまり目的ではないみたいなことです。悟空の複雑で深い性格をよく見せるパネルはこういうのです。悟空の表情は怒り、痛み、悲しみ、当て外れ、様々な気持ちをよく見せるということです。これが私が一番大好きなパネルです。この曖昧さが悟空を単なるヒーローとは異なる存在をしていると思います。ここまでドラゴンボールの大好きなテーマを紹介しました。まあ、紹介してみましたね。で、他の、もちろんドラゴンボールには他の大事なテーマはいっぱいあると思います。例えば、相手を許すとか、自分の罪を消すとか、そういう風なテーマもあります。で、ベジータのキャラクターはそのテーマをよく見せると思います。でもし皆さんは興味があったら、ぜひコメント欄で教えてください。興味があったら、そのテーマに関する動画を作ろうかなと思います。で、さっき言った通りに、あのドラゴンボールだ、ドラゴンボールが大好きな理由はもう一つあると思います。
それが10分の人生の一部になっています。実は子供の頃から今までもドラゴンボールはとても大事なことだと思います。自分に大事なことです。で、もちろんドラゴンボールのおかげで日本語のクラスを受けてみて、友人になった人々と出会って、まあ、それはとても嬉しいですね。実は、ある日本語のクラスメートは彼女になってきました。ほぼ10年間ぐらい付き合っていますね。とても嬉しいですね。ドラゴンボールがなかったら、とても違う生活になるはずだと言えないんですが、こういう気持ちはちょっとだけ持っていますね。しょうがないんですね。はい。では、ここまでです。以上になります。今まで見てくれて本当にありがとうございます。次回の動画にはもう一回ドラゴンボールについて話してみようと思っています。で、テーマは集めているドラゴンボールに関するものをシェアしたいと思っています。ぜひぜひ楽しみにしていてください。もしドラゴンボールが好きだったら、僕と同じにドラゴンボールが好きだったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。では、バイバイ、みんな。